こんばんは、ボスケです。今回はね、これを紹介したいんですけれど、これはね、ビクセンのね、極軸微動雲台 DX という商品です。よろしくお願いします。実はね、もうこれ開けちゃっていますよね。私ね、12月にね、これを開封したんですよ。開封して動画も撮って編集もして、最後にね、英語字幕をつけようというところでね、パソコンがね、いっちゃいまして、実はね、この動画撮るの2回目なんです。でね、せっかくね、開封動画も撮ったんですよ。なのにね、今回はね、開封シーンがないっていうのがね、非常に残念なんですけれど、よくよく考えたらね、この微動雲台ね、開封した後にね、結構驚かされることがあって、それのね、臨場感っていうのをね、どうしてもね、お伝えしたくてね、ちょっと私ね、インチキしたいかなと思ってます。何をインチキするかっていうと、これなんだかわかるでしょうか。これはね、ヨドバシの箱です。もう一度ね、これをね、この中に入れてね、開封動画風のものを作ろうかなと思ってます。そうすればね、あの時のね、感動がね、少しでも伝わるんじゃないかなと思って。まあ、やらせといえばやらせなので、まあ、エンターテイメントとしてご覧ください。それでは。はい、こんばんは、ボスケです。今回はこれを開封していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。それではミュージックスタート。はい、今極軸微動雲台を取り出しました。わあ、重い重い、すごい重いですね。なかなかね、ずっしり感がありますね。今からこれをね、いろいろいじっていきたいと思います。まずね、クランプを緩めていきましょう。まず下の方ですね。おー、動きが滑らかってことは、こっちのクランプがコードクランプですね。あれ、動かないぞ。どうしたんだろう。動くんですけどね。もう今は動くんですけれど、そこなんですよ、ここ。初めね、ここクランプを緩めて全然ね、硬くてね、動かなかったんです。そこがね、もうね、臨場感も全然伝わらないですよね。一点注意してほしいのが、初めね、開けた時にこのクランプを開けて、なかなかね、この動きが鈍くってカチンカチンに固まってたんですね。でね、一体ね、どこを動かしたら動くのかっていうのがね、わからなかったので、いろいろ何分か苦戦してたんですけれど、硬いだけなので、解決方法としては力でグニュってやったらね、動きました。そしてね、しばらくこうやってたらね、ぬるぬる動き出しましたので、このようにね、スルーッとね、動いたらね、正常になります。ということでね、このぬるぬる感どれだけすごいのかっていうのをね、ちょっとね、お伝えしたいと思ってます。それではね、三脚に雲台を取り付けていきますよ。はい、今ね、取り付け終わりました。ではこれにポラリエをつけていきたいと思います。はい、それではね、今からね、この微動雲台のね、ぬるぬる感、これをね、お伝えします。今ね、クランプをね、完全に緩めてます。この状態で手を離しますと、ほら、わかります？これ。もう一度。普通ね、クランプをね、離したらね、パコってね、いっちゃうじゃないですか。けどね、今、クランプをね、完全に緩めた状態でもうスーッと、ほらほら。こんな感じ。このぬるぬる感、もうね、これ私ね、すごい感動しました。これだけでもね、なんとなく買った価値があったかなと思います。非常にね、精度高い切削加工がされています。まあもちろんね、その分だけね、お値段はちょっと高めではあるんですけれど、まあそれだけのね、お金を払う価値はね、私にはあるかなとは思ってます。まあ性能と値段についてもね、まあ私後でちょっと個人的な主観を述べたいと思いますが、とりあえずこのぬるぬるさ、水平もね、ぬる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 してますね。一気にね、くるっていかずにスーッと動く感じです。で、それぞれね、微動がついてまして、ここのね、ネジはね、上下ネジの微動ですね。一見ね、この水平軸の近くにね、ネジがあるのでね、水平微動かなと思っちゃいますけれど、水平微動はね、逆にね、上にあります。こっち側。こっち側を動かすと水平に微動します。ただこれもね、本当にね、スーッと動くので、北極星の微調整に、そういったものがね、はかどるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にはね、赤道儀として使うので、ここの仰角は我々のいるところだったら35度のところでね、このように固定してやればいいんですけれど、まあ一つね、あったらいいなと思ったのが、やっぱりね、簡単な角度表記がね、あると嬉しいですね。まあ簡単に角度合わせたいなっていう時のためにね、そういったなんかね、表示があるとね、嬉しかったなとは思いますが、
この極軸微動雲台に関してはのっぺらぼうです。とは言ってもね、今のはね文句ではなくってね、満足した上でのね要求ですね。で前回の動画もねこれ以外の部品をね紹介してたわけなんですけれどね、もう2回目となるとねなかなかねだるいっていうのはちょっと申し訳ないんですけど、結構ねパーツが多いんですよ、付属パーツが。付属パーツっていうかね、ジグっていうのも含まれますね。その中でもね組み立てが必要だったのがこのね L 字アングル。これはねもともとね2つに分かれていて、私がキュッキュッキュッと締めたものです。これはねぜひ紹介すべきものかなとは思っています。このね L 字アングルはねどちらかというとねポラリエ U ではあまり使わなくても良さそうなパーツです。実はねポラリエ U ってね底の面と背面両方ともね雲台に取り付ける穴があるわけなんですよ。こんな感じで、こっちが底の部分、こっちが背面。ただねポタ石の中にはこのようにね背面しか穴がないものもあるわけなんですよね。このね背面しかねもし穴がなかったらねどうなるかっていうと、このようにね取り付けるわけなんですよね。でこっち側にねカメラがあるもんでね、例えばね三脚この方向にねすごい負荷がかかっちゃうんですよ。バランスが取れない状態で非常に危ないです。そんな時にこのね L 字アングルを使ってこうやってね背面で止めて、このように使えば向こうにカメラがありますよね。三脚の中心がここなのでバランスがね取れるわけなんです。なのでねこの極軸微動雲台っていうのはね何もポラリエ U のためにあるわけではなくって、このようにね他のねポタ石をね使う時もね非常に便利なわけなんですね。もうね非常にがっちりしてます。はい、それではねその次になんで私がねこのビクセンの極軸微動雲台 DX を選んだかって申し上げますと、私ねこれを買う前にポラリエ U は買ってました。でねこのポラリエ U なんですけれど、先ほども言った通り背面とね底の部分にね穴がついてるんですけれど、その穴以外にもちょっとね特殊な形状してますよね。ここ四角、カメラ畑の人から見ればね全然特殊なものじゃなくって、これはねアルカスイスっていうねありがたアリミゾ的なね接続方法なんですけれど、それがね採用されてます。今までねあまりねこれが採用されてるの見たこと私的にはないんですけれど、ポラリエ U はねこのアルカスイスなので、というのも穴だとねこれでもねよくやるんですけれど、穴1個だとくるんっていうねそれがね嫌なんですね私。何かこの穴以外にももう1箇所ねなんか回り止めみたいなのがあって、それで固定するならともかくそういうのね考慮されていない場合ってやっぱりねくるんくるんするのが嫌なんですね。アルカスイスはね四角形してますので、もうねくるんっていうね心配はねございません。ポタ石のね撮影ってね一つ一つね注意深くセッティングするっていうのがね非常に重要になってくるんですけれど、このくるんってなるねそのリスク一つだけ抑えるだけでもねもうこのアルカスイスっていうのを利用しようと思った次第なんです。でねもう一つのね購入した理由っていうのはねやっぱりね丈夫そうだなっていうところなんですね。実際開封してみてねすごい頑丈さ、あとね工作精度の高さっていうのをね実感しました。私ね以前にもね微動雲台っていうのはね持ってたんですけれどね、その微動雲台っていうのはねちょっと安い商品でちょっともう売ってしまいました。でね安い商品の何がいけないかっていうと、やっぱりぐらつくっていうのがね嫌なわけなんです。ポタ石の撮影ってこの上にね、ポタ石が乗って、その上に雲台が乗って、さらにねカメラが乗りますよね。場合によってはねバランスウェイトとかねそういったものも乗りかりますし、この上にねいろんなものがねこれから乗っかっていくわけなんですよ。そういったものをね乗せるベースとなるものがねぐらついたらね、それはやっぱりね元も子もないですよね。本来はこの微動雲台っていうのは精密にね北極星の位置をね合わせて確実に追尾するっていうのがねやっぱり目的だと思うんですよ。元の目的がそれなのにぐらつく微動雲台なんてつけちゃったら、北極星はねその場で合わせれたかもしれないですけれど、撮影中にねぐらぐら揺れたりね精度の悪い追尾精度になってしまったら、もうね微動雲台つけた意味がないですよね。私はそういう考えで極軸微動雲台つけるんだったらしっかりしたものをつけたいっていう意味で、最低でもねやっぱりこれぐらいの製品は買っておきたいなと思いました。これはねやっぱり過去の教訓ですね。一回はね安い製品にね飛びついたんですけれど、どうしてもね使ってみてなかなかね良くないと思った次第でして、
もうね2つ目からね失敗したくないなと思ったんです。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。かなりね初めはね私の動画史上初のねやらせ動画だったかもしれないですがね、まあ一応なんとか開封時のね雰囲気をね伝えれたんじゃないかなと思いますどうかわかんないですけれど。でこの微動雲台については鳴沢先生のね動画、非常にねいい動画がありますので、それをね紹介させていただきたいと思っていましたが、結構ね遅くなってしまいました。結構ね前にね紹介してよろしいですかってねお許しを得たんですけれどね、もうそこからね多分3ヶ月ぐらい経っちゃってます。申し訳ございません。よろしければね鳴沢先生の動画もご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。